今日はリンゴパンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はリンゴのパンケーキを作りたいと思います。今回のパンケーキなんですけれども、卵液機を使って手軽に作っていきたいと思います。今回私はですね、卵液機を使うんですが、小さめの丸いフライパンでも同じように作っていただけます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。リンゴ、ホットケーキミックス、牛乳、卵、サラダ油、お砂糖、レモン汁。今回はこちらの材料で作っていきます。まずリンゴなんですが、今回富士リンゴを使います。こちらはお好みの品種を使っていただいて OK です。使う量なんですが、半量ですね。1個の半分使っていきます。あとですね、サラダ油なんですが、生地の中に入れるものと、あとは焼く時に使っていきます。そしてこちらのレモン汁ですね。こちらはですね、リンゴの変色を防ぐために使っていきます。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにリンゴから切っていきます。リンゴはね、今回半分しか使わないので、半分切ります。半分に切ったらまた半分に切ります。そして種と芯を取り除きます。はい、OK です。そしたらこちらを薄切りにしていきます。今回皮ごと使っていくので、リンゴの皮はしっかりと洗ってください。もし皮付きが嫌な場合は取り除いていただいて大丈夫です。そしたらね、こちら薄くくし切りしていきます。手を怪我しないように注意してください。はい、リンゴはこのように薄くスライスしてください。そしたらね、こちらのリンゴをボウルに入れます。そしてここにレモン汁をかけます。このようにレモン汁をかけていただくと変色を防止することができます。このように全体にレモン汁を絡めてください。はい、リンゴの準備はこれで OK です。それでは続いて生地を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そして軽く溶きほぐしましょう。軽く溶きほぐしたらここにサラダ油を加えます。このサラダ油を加えていただくことで生地がとてもしっとりとした仕上がりになります。これをよく混ぜます。よく混ざったらここに牛乳を加えます。そして混ぜます。はい、OK です。そしたらね、続いてホットケーキミックスを加えます。振るわずにこのまま入れちゃって OK です。そしてよく混ぜましょう。ダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、このようにホットケーキミックスのダマがなくなれば OK です。それではこちらをフライパンで焼いていきます。それではね、卵液機のフライパンで焼いていきます。まず生地を焼く前にこちらアルミホイルで蓋を作っておきます。アルミホイルを適当に切っていただいて、型に合わせて蓋を作っておきます。このね、はみ出た部分は折り込んでおきます。火に当たらないようにしてください。はい、OK です。このようにあらかじめアルミホイルで蓋を作っておいてください。こういったアルミホイルじゃなくても大きい蓋があればそれを使っていただいても OK です。ではね、ここにサラダ油を薄く敷きます。そして伸ばしましょう。はい、このように薄く伸ばしてください。そしたらですね、まだ火にかけない状態でここにホットケーキミックスのね、生地を流し入れます。はい、で流し入れたら全体に広げてください。はい、でこのように均一にしてください。そしたら火にかけます。火加減は弱めの中火ぐらいです。少しね、表面がふつふつするまで一旦このまま焼きます。はい、今ね、ちょっと表面がふつふつしてきました。そしたら一度火を止めてください。そしたらね、リンゴの水気を取って、そしてここに並べていきます。火を止めてる状態なので焦らず並べていってください。この時ね、やけどしないように注意してください。こんな感じで少しね、重ねながら並べていきます。はい、このように並べてください。並べたらね、少し気持ちね、押さえつけてください。そしたらアルミホイルの蓋をします。そして火にかけます。火加減はごく弱火でだいたい2分から3分ほど焼いていきます。火加減はこのぐらいのごく弱火です。
はい、今ねだいたい2分半ぐらい経ちました。そしたら一度開けます。そして一度ね焼き色をチェックしてください。はい、これでいい感じに焼き色がついたら、ここにお砂糖をかけます。全体にかけましょう。はい、でこのように全体にお砂糖をかけたら裏返します。この時やけどしないように注意してください。では裏返します。裏返す時はゴムベラなどを使っていただくとやりやすいと思います。では裏返します。よいしょ。はい、こんな感じでいい焼き色に仕上がってますね。そしたら軽くヘラで押さえつけます。そしたら片面は弱火からごく弱火ぐらいで2分ほど焼いていきます。はい、今2分経ちました。火を止めます。こんな感じで仕上がりました。そしたらこちらお皿にあけたいと思います。ではいきます。よいしょ。はい、こんな感じで程よく焼き色もついて美味しそうに仕上がりました。これで完成です。あとはねこちらを切りたいと思います。はい、これでリンゴパンケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように表面は少しカラメル色になってとても美味しそうに仕上がってます。リンゴの彩りも鮮やかですね。ではこちらを早速切りたいと思います。はい、断面はこんな感じでとてもふわふわに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。この下のパンケーキがしっとりふわふわですね。そしてこのリンゴのシャキッと感と酸味がアクセントになってすごく美味しいです。あとねレモンの酸味もちょっと加わってるのでよりそれがアクセントになって美味しい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のリンゴパンケーキのポイントです。まずリンゴなんですが、今回半分の量を使ってます。半分に切ったら種と芯を取り除いていただいて、あとは薄切りにしてください。この薄切りする時に手を怪我しないようにだけ十分に注意していただけたらと思います。そして薄切りにしたリンゴにレモン汁をかけてください。このレモン汁をかけていただくことで変色を防ぐことができます。さらにですね、焼いた時にこのリンゴの赤い部分ですね、このリンゴの赤みをきれいに出すことができます。さらにレモンの酸味も加わって味わいのアクセントになります。そして生地を作る時のポイントです。生地の中に今回はサラダ油を少し入れてます。サラダ油を入れていただくことでとてもしっとりとした仕上がりになります。あとはですね、ホットケーキミックスを加えてダマができないようにしっかり混ぜてください。そして焼く時のポイントです。焼く時はまずパンケーキの生地を加えて表面がふつふつするまで焼いてください。表面がふつふつしたら一度火を止めていただいてリンゴをきれいに並べてください。その後ですね、あらかじめ作っておいたアルミホイルをかぶせてきれいに焼き色がつくまで焼いてください。この時にね、強火でやってしまうと一気に焦げてしまうのでごく弱火で焼くようにしてください。そしてきれいな焼き色がついたらリンゴにお砂糖をかけて、あとは裏返してだいたい2分ほど焼いてください。裏返したら軽くヘラで押さえつけて、そしてそのまま焼くようにしてください。あとはですね、お好みの大きさに切って召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はリンゴパンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。